缶詰工場とか、ベフェースとか、飛行場とか、製材工場へ、働きに行きました。ところが、まあ、暖かい時はいいんですけども、寒い冬なんかになって、出かける人数をこう調べるわけなんです。もちろん一人いなくなっても大変でしょうから、彼ら必死になって、我々の人数を調べるんですけども、その調べ方が下手なんですよね。それでおかしいんです。1から5まででないとわからない。5列に並びましてね。そして5人ずつですから5列に並べって言うんです。それで今度は初めから1、2、3、4、5とこう数えていって、まあ5ですと25人になるわけですね。そういうふうに数えていくんですけど、途中で忘れちゃうらしいんですよ。で、もう一度何回も数え直しまして、おい、早くしろって言うんです。奴らに言われたスカリエって言うんですけど、僕らも面白がってスカリエってこう言ったわけです。そうしましたら、苦笑したり頭かきながら、それでも粘りますよ。で、最後までこう数えまして、そしていよいよ、出発です。寒いのは大変ですよね。働く時間少なくなるんですから、まあ、構わないわけなんですけども、そんな風な状況でした。それからいつか飛行場に行きましたときに、彼らは何にもしないで、我々に指図ばかりして、もっとやれというもんですから、どうして君たちは一緒に働かないんだとこういうふうに僕聞いてみました。そしたら少し怒りましたけれども、ノルマがあるからだって言うんですよね。ノルマっていうのは一体誰にかけたんだって言ったんです。それはロシア人でもソ連人でも日本人でも同じなんだって言うんですよ、ノルマが。それで我々とあんたたちは違うじゃないかって言ったんです。こういう労働をさせれば我々はなかなかあんたたちのノルマには達しないんだよってこう言って、誰が一体ノルマ作ったんだって僕が聞いてみましたら、それはスターリンが作ったんだって言うんです。だからスターリンが作ったんだから、我々にはどうにもなんないってこう言いました。で、それからはいくらか早くやれとか言わなくなりました。まあそういう労働条件のもとに働いておったわけです。そうです。そしてその人がノルマ帳ってノルマの書いてある印刷物を僕に見せてくれました。そしたら、我々は溝を作るんですけども、もう確かにその書いてあるノルマには達していたんですね。だからなんだろう、こう達してるんじゃないかってこういうふうに話しました。そしたらまあ考えてましたけどもね、それからはまあ先ほどお話ししましたようにあまり文句を言わないようになりました。そこの飛行場というのは広いもんですから、ただこう何にも、ただ何もない広い野原です。ですから飛行場を作ろうと思えばだーっと区域を決めて、そして、コンクリートでも打てばそれでいいんじゃないかと、こんな風に我々は思ったんです。そして、その飛行場のはるか彼方でしたけども、レンガ工場がありました。レンガ工場はやはり火を使うもんですから暖かくて、そこへ働いてれば楽だっていうような話でしたが、我々はついに、
その交番には一回も行ったことはありませんでした。さて、私は、後年インドへ参りまして、そしてマドラスですが、その交番へ行く途中に道の旗でインド人がレンガを作っていました。道の旗のすぐそばの土を水でこねまして、それを形に作り、そして、並べて、上から焚き木をかけて、ただそのままでなんか熱してました。ごく簡単にインドの人たちはレンガを作ってたんで、これもうびっくりした。そんな風なレンガのお話です。いつか石炭の積み荷を下ろしたことがあります。4人1組になりまして、大きな貨車の石炭積んでこられた石炭の上に乗りまして、それを下ろすわけです。下ろしきるまで、働かなきゃならないわけです。そして、先の広いスコップを持ちまして、必死になって、下ろしたんですけれども、やはり寒い時でも体が熱くなってしまいます。で、汗も、出るようになりましたね。それで、その作業終わってから見回したんですけれども、我々の顔が真っ黒になってまして、うわーひどい顔だなって言ってお互いに笑ったことがありましたけれども、またその他にセメントの積み下ろしをやりました。セメントも日本のようにこの、袋の中に詰まってんじゃないんです。あちらは非常に乾燥してますんで、少しくらいこの袋なんかいらないんですね。それでやはりスコップでどんどん下ろすんですけども、これも口の中入ったり、これは咳が出ますよね。だからこんなことやってたら軽廃になってしまうというふうなことで、これは僕は一回きりかやりませんでした。もっとも石炭だって同じことだと思います。やっとそのセメントの下ろしが終わりましたので、多少時間がありましたので、浦和田の駅の方へ行ってみました。そうしましたら、駅には立派なシベリア鉄道ですね、ウラジオストック行きなんていう風に書いてあって、それから行く先がモスクワですね。モスクワ、そういう風にウラジオとモスクワの間のシベリア鉄道なんでしょうけれども、立派な貨車が、車が1台ありました。で、これは何だって言って駅の人に聞いてみましたら、これは鉄道少将が乗ると言うんですよ。で、鉄道少将って言えば偉いんでしょうね。それで、一貨車借り切ってるわけですから、中と覗いてみましたら、綺麗な、応接室みたいな立派な貨車でありました。そして、やはりソ連でも、この階級の区別はないって言ってたけど、やはり重要な役目についてる人はそんな風に、普通の人よりはずっと贅沢な暮らしを、しておったように思います。それから、その駅のあたりを見回してみますと、小さな売店がありました。
そこで私もなんか買いたいと思いましたけども、お金はありませんから別に、買ったんではないんですけれども、いつかシベリア鉄道でここを通ることがあったら、ここにも、寄ってなんか美味しいもんでも、食べてみたいなと思いました。水だけは飲みました。そして、黄昏になりましたので、鉄道の線路に沿って、少し散歩をしてみました。捕虜でも、一人でブラブラ歩いてますと、向こうの人もそう気を止めませんし、こちらも素直な気持ちで、どんどんこう歩ってみました。そうしましたら、ちょうど引け時なんですね。ここから労働者がたくさん来ました。で、その労働者は、胸に大抵、この黄色い、透析色ですか、透色ですね、の花を胸につけておりました。みんな一様に揃っているんです。彼らもなかなか粋なことをするんだなとこう思いまして、もうしばし捕虜だということを忘れまして、その人たちとこうすれ違ったんですけど、そのすれ違った人たちも別に私のことを咎めるようなことはありませんでした。それから歩きまして、ある橋の上に立ちました。それは鉄道の上にかかった木橋だったんですけれども、その木橋の真ん中に字が書いてありました。それはニエクイジって書いてありまして、禁煙ということですね。この禁煙って書いてある。この看板が、注意が分かったわけですね。とても嬉しかったなことを覚えてます。でも、その橋を渡ったら、これはまた大変なことになるんじゃないかなと思って、急いで、元のところへ戻りました。そんな風なことがありました。それから、その町の近所になんか木工所みたいのがありましたんで、覗いてみたら、寝缶が作られてました。これ何するのってやっぱり聞いてみました。そうしましたら、これはこうスパッチした人が中に入るんだというようなことで、寝缶だなっていうのが分かりました。それから、気持ちが良くなくなったわけです。ひとときは散歩したような気持ちになりましたけれども、なんか裏腹にそういうふうなことがありまして、ならないもんだなと、こういうふうに思ったわけです。今度は地獄の沙汰も金次第だというようなこともちょっと感じましたので、お話ししてみましょう。私は満州におりました時に独立中隊だって、みんな少人数だったんですけど逃亡してしまいましたので、相当たくさんのお金を支給されました。これはびっくりするほどたくさんお金をもらったんですけど、それを持ってこの翼竜市へ行くことになりまして、大切にしといたんですけど、行く途中でお菓子を買ったり豆腐を買ったりいろいろしたことを覚えてます。他の兵隊さんよりはずっと気楽なその金銭に関しては、それから食べ物に関しては気楽な旅を送って、そして黒竜江の国家へ着きました。で、黒竜江を渡るんですけど、渡る前に向こうの人もなかなか抜け目ない人がいて、満州の金と交換するというんです。ソ連へ着けば今までの満州の金は使えないと思いましたんで、全部日本の金と、それからロシアのルーブルに取り替えました。
そして、日本のお金は最後に帰るまで、懐の奥の方にしまっておきまして、帰る直前、身体検査がありましたんで、これは持ってりゃ危ないと思って、破いて捨ててしまいましたけれども、ルーブルだけは、使い道があったわけです。そして国家を渡りまして、渡ってから、何も食料の支給がなかったわけです。で、僕らの持ってったものは荷上げして、こちら側へよこさなきゃなりませんので、その刺激に出たりいろいろして、食事の時間がありません。腹ペコで一晩、暮らしたわけなんですけれども、朝になってみますと、ソ連人が、ミルクを売りに来ました。早速僕はその持ってたルーブルで、買いました。そしてその大きな瓶を、ラッパ飲みにして、そしてみんなに飲まないかと言ったんですけれども、気味悪がって飲みませんでした。私はそれを飲んで随分、空腹感を、消したわけなんです。それからもうしばらくそのお金のことを忘れておりましたけれども、金のことはジェニギって言うんですね。ジェニって日本の金、ジェニっていうのと同じなんです。で、ジェニの話が出ましたから、やはりソ連でも日本でも同じような言葉を使うことはありますよ。いくらなんていうのを筋子ですね。いくら、ああいうふうなものもいくらって向こうで言うんです。そんなふうなことで、とにかく一番初めお金使ったのは、その牛乳を買ったことです。それから機会ありませんでしたが、山へ伐採に行きました。そして伐採行く途中、なかなかだんだん奥深くなりまして、峠を越していかなければならないようになったんですけど、距離が遠くなるわけです。で、その峠の上で、僕らが休んでおりますと、民間人がトラックに乗って、来ました。そしてしばらくその人たちも休みましたんで話しましたら、これから、この牛乳を持って市場へ行くんだっていうわけです。で、中を見せてもらいましたら、やはり牛乳缶運ぶ缶っていうのは日本でも奴らでも同じなんですね。で、中見せてもらいましたら、もうぷくぷくこう、脂肪が黄色くなって粒になってこの浮かんでる、随分この濃厚な牛乳でしたので、それで、それを売ってくれって言って、その持ってたルーブルを出しましたら、本当はいけないんだけどなんて言って僕に言ってくれました。それをまたガブガブこう飲んでみましたが、その美味しいミルクと来た日には、随分満足感を覚えたわけです。そんな風にして、もう少しルーブルを持っておりました。で、ある時、製材工場へ働きに行きますと、そうしますと、アイスクリームを売ってるって言うんですね。で、そのアイスクリームシベリアで食ってみたいなと思って、どうかな、そういうのを我々は買えるのかなと思ったんですけども、ついに買うことができませんので、売ってた新聞紙をウネンっていうのを買ってみました。モンゴリブリアートで、この発行してる新聞だったんですね。で、それからは気をつけまして、そのウネンっていうのを見たり、このイズベスチャーとかプラウダとか赤い星、これ軍用のだそうですけど、そんな風なものまで、時々見ましたけれども、内容はよくわかりませんが、
時々原子爆弾っていうようなことが書いてありましたし、民間のこのプラウダとか、それからウネンなんか見ますと、大劇場とか小劇場なんてモスクワのそんな風な言葉が時々出てました。で見ましたら、そこで、白鳥の湖をやるんだとか、これ白鳥の湖っていう風に書いてあるんだねなんて言って僕も言ったことを覚えています。そんな風なことをして、お金、少しのお金でしたけれども、持っておりましたので、楽しんだのでした。それから僕らは伐採ですし、大勢、この、働かない人の分まで働かなくちゃならないもんですから、給料は実際そういうふうな名目でもらえませんでしたけれども、中に洋服屋さんなんかはもらったというふうな話です。これ洋服屋さんになればよかったななんてこんなふうに思いましたけれども、今更しょうがありませんので、したけれども、いよいよ我々がそのラーゲルから日本へ帰るということで出発の矢先なんですけども、みんな金持ってるものはここにいろいろのバザールがあっていろいろものがあるから買えって言うんですね。この収容所の所長以下が。はぁと思いまして、持ってればもう買いたいなと思ったんですけど、実際は新聞なんか買ったもんですからもうありませんでしたが、中にやはりアイスクリームだの、なんか食べ物をですね、買ったってこう言ってました。全部お金取られちゃったってこう、そんなことを言ってました。だから、向こうの人も我々にお金は持たせたくなかったんでしょう。少しお金持っててもそんな風な具合で、食べ物に釣られて全部、はたいてしまったんじゃないかと思います。そして、シベリア鉄道へ乗りまして、貨車でしたが、また来ると同じように、1ヶ月ぐらい、行く時と同じように帰る時もかかるわけです。で、長いことかかって早く着きたいなと思って、我々の貨車が止まってる時に、住民が集まったことあります。そして、コップ一杯のブドウを持ってきましてね、アジンスタカンって言うんですか、アジンスタカンで15カペイクだってこう言うんですね。我々に買えって言ったって買えるはずはないんですけども、何かと取り替えたかったのかもしれません。お金も持ってませんでしたし、取り替えるもんも僕はもうすでにありませんでしたので、そのアジンスタカンも買うことはできませんでした。シャワー、たまにそういうふうに昼間、昼間止まってしまいましてね、そして夜だけどんどん走るんですよ。そういう走り方して、この住民に合わせたくなかったこともあるし、周りの景色見たりして、なんか地図を覚えられても、それも壊るんじゃないかっていうふうに、そんなふうな考え方だと思います。我々は昼間は、止まっていて、夜走る、そういう貨車でした。もうそろそろウラジオへ着く頃じゃないかっていうふうにみんな思いまして、ウラジオまでどのくらいだっていうと、あと、時間なんかは絶対に言いませんでしたね。あと、2日寝ればとか、あと2回太陽が上がればお前たちは着くだろうっていう、こんなふうな話をして、そんなふうな話をしておりました。
前にお話しした通り、シベリアで病気したら絶対に帰れないと思いましたので、それこそ体に気をつけましたけれども、中には病気する人もいましたし、とにかく病気しますと、働く人が少なくなってしまいますので、それはもう非常に丈夫な人は困りました。しかし、こんな風でした。我々のような小さなラゲルですと500人足らずでしたから、一人でも二人でも減ったら大変な難儀するわけです。で、向こうの人はあまり病気だというのを認めないんですね。とにかく筋肉の衰えだけは認めてくれます。そして俺たちは熱があるんだ、風邪ひいたんだと言いますと、その時には、体温計を起こしますけれども、体温計を見て、熱が上がってれば、39度近くですね、そのくらいになればこれは病気だっていうふうに認めてくれたんですけども、そうでない限りは認めません。苦しくても熱がなければ休めないわけです。それでそのことを、熱のことをチンペラチンペラって言いました。英語みたいですからすぐ僕も気がつきましたけれども、そうして中に兵隊が苦し紛れに、この体温計をこすったわけです。そうするとどんどん熱が上がりますよね。それでちょうどこの働きに行かなくてもいいような熱にしちゃうわけです。本当に苦しかったのか、また怠けるためにそうやったのか、そこら辺はよくわかりませんが、とにかくチンペラでないと休めませんから、その対策を誰だって講じたくなったんだろうと思います。そうしてもう一つはお腹を下したとこういうふうに言う人が続出しました。そうしましたらだんだんと厳しくなって、便所へも一緒についていくようになりました。まさか下らないのに、下ったと言えませんので、その辺のことはだんだんと、下した人も、だんだんいなくなってきたわけです。それで、わずかに労働力を、カバーしておったわけなんですけれども、今度僕ら山へ、伐採に行った時に、びっくりしたのは山本という静岡県の出身の兵隊さんでしたけれども、その人は、リウマチになってしまうんですね。それで僕もその人を見ましたけれども、貼ってあるって言うんですよ。本当に苦しいって言うんです。だけど俺は認められなかったもんだから、本当はリウマチで、こんな山へ伐採に来るはずはないのに来ちゃったって言うんです。それでとうとう発病してしまいましてね。そして苦しくてしょうがないけど俺は認められないって言うんです。確かに認められませんでした。僕らはそこで夏中働きましたら痩せてしまいまして、カードに B というふうにつけられましたけど、その人はちょうど発病の時にでも、B なんてつけられませんで、とうとうその冬を越すようなその人は羽目になったんだろうと思います。こんな風でした。それで、医務室が大きな収容所に行きますと医務室がありましたんで、そこへ、いつか行ってみましたら、そこの軍医に会いまして、いろいろ話したんですけども、俺は
安い給料でこんなことして本当に困るって言うんですよね。その人はメガネも買うことできないって言うんですよ。それで、僕のメガネを見ましてね、欲しいなんて言うんですよ。僕らメガネなかったら働けませんので、もちろんあちきって言うんですけど、それは断りましたけれども、いつかもうとても高い値段で買うって言うんですね。5ルーブルだって言ってましたけども、メガネ売るわけにいかないんでした。で、ある時ですね、僕は浴場であっという間に気をつけてたんですけども、あっという間にもうメガネを取られてしまいました。って見たらメガネがないんでね、私はメガネなかったら前にも話したように力作業なんかできませんのでね。そして非常に困りました。どうして補うのかなと思いましたけども、ソ連人の軍医でさえ手に入らないメガネでしたので、非常に困っておりましたら、橋本という兵隊が私の前のベッドに2階でしたが座ってまして、おい、気の毒だな、じゃあ俺が戦友からもらったやつをお前にやろうって言うんです。その戦友がとにかく死んでしまったわけですね。その人のメガネを持ってたんです。で、私がそのメガネを、いただいたというわけです。私はメガネを2つ持ってましたんですけれども、1つは壊してしまって、その1つを壊して1つのレンズを持ってたわけです。そしてそのもらったレンズがまた片方だったもんですから、